こんにちは、たけチャンネルです。今回はですね、モデルファクトリーヒロ MFH の、12分の1マツダ 787B の製作の続きやっていこうと思います。で、今回はですね、前回塗装した、オレンジと黒で塗り分けをした、ボディにカーボンデカールを貼り付けしていこうと思います。はい、ただ、今回のこの 787B のキット、ボディカウルほぼ全部カーボンなんですよね。実写もほぼ全部カーボンなんですけど、カーボンデカールが6枚しか入ってません左右のサイドシールのところの蓋の部分と、あとヘッドライトのハウジングのところの6枚しか入ってないんですよ、カーボンデカールが。でそれ以外の部分は全て黒で塗装っていう指示になってるんで、ちょっとね結構見えるんですよ。やっぱりカウルとか外すとね、カウル外してもそうですし、ドア開けた時とかも、もろに見えてしまうんで、後ろのカウル外した時もそうですね、もろに見えてしまうんで、ちょっと黒で塗装だけっていうのはちょっとね見た目的に寂しいなっていうのがあるので、今回は型取りをして、カーボンデカールを貼っていくっていう感じでやっていきますので、よろしければ最後までご覧ください。というわけでやっていきましょう。はい、そしたらですね、この辺のパーツの黒く塗った部分ですね。黒く塗った部分は基本全部カーボンになるので、ここのカーボンデカールの型取りをやっていこうと思います。はい。で、ところどころというか、ちょっとだけカーボンデカールついてるんですよ。なのでそこはキットについてるものを使うとして、それ以外の部分っていうのは、型取りをしていくっていう形でやっていきます。はい、でキットで入ってるカーボンデカールはここだけ、こことあとヘッドライトのインナーの部分だけなんですよね。それ以外はほとんどついてないという形になるので、後の部分全部型取りをしていきましょう。でやり方自体はねもうほんといつもと一緒っていう感じで、必要なサイズにマスキングテープを切り出してあげて、でちょっとね塗装とか持ってかれたら嫌なんでね、ちょっと手の甲とかに貼って粘着力を落としてからここにペタッと貼り付ける。ちょっと待ってよ、ここでね、実写の写真とね見比べながらいろいろ考えていかないとダメなんですよね。でこれが右サイドだろう、ここは多分ロールバーの根元や金属か、だからここはカーボンじゃないな。こうどこがカーボンでどこがカーボンじゃないとか、その辺とかを見ながらね、こうテープをペタッと貼り付けてあげて、でこの縁の部分をなぞってあげる。で今回はね、このマスキングのデータは、マスキングのこのパターンはデータで作って、プロッターで切っていくんで、手作業でやる場合はね一個一個これをねひたすら繰り返して、この型取りしたやつをカーボンデカールにペッて貼って、でその形に切っていくっていう形で、手作業の場合はやるんですけど、今回僕はカッティングプロッターがあって非常にあれが便利なので、プロッターを使ってねやっていきます。こういう感じ
こういう感じで型取りをしてあげて、でこの時に、1個注意しないといけないのが、この実写の写真をちゃんと見て、このカーボンの目がどういう向きに入ってるか、今型取りしたのはここの部分、サイドシールのここの部分なんですけど、ここの部分がどういう向きにカーボンの目が入ってるのかっていうのをちゃんと確認して、これであればこのまっすぐな方向に向かってカーボンの線が入るんで、それをねちょっと適当に自分が分かればいいんで、こんな感じでカーボンの目をね変えておきます。で、カーボンデカールに、位置を決めるとき、角度とかを決めるときに参考にしてあげるっていう感じ。こういう感じ。これをね、順々にやっていきます。このプロッターを使ってねデジタルでやるのの一番のメリットは左右反転ができるってやつですよね。要はこれとこれ左右対称なんですよね。微妙にここの切り欠きの位置とかが違ったりはするんですけど、基本的には左右反転なんですよ。微妙な違いはあってもね。なので、片方の枠を取ってあげたら、もう反対側は反転でやってあげると、それでもう両方型取りしなくて済むんでね、その辺とかが非常に便利です。今回この 787B とかに関して言うと、結構見えないところも多いんですよね。見えないところも多いのと、あと形が結構単調なので、割とねその辺はやりやすいんじゃないかなと思います。最近の F1 マシンとかだとね、すごい入り組んだ形にカーボンデカール切らないといけないんで、すごい大変なんですけど、この車に関しては多分そんなに大変ではないかなと思います。これはだからカーボンの目がこう向きかな。でね、たまにこうボディと合体させながらどこが見えてどこが見えないっていうのも確認しながらねやっていきましょう。こことか見えないんですよね、ほとんどね。こういう形で塗り分けしたけど見えないんで、この辺とかは割と適当でいいかなと。これね、ほんとね、これチラッと見えるだけなんですよ。ここ平折りか。平折りやな。はい、そんな感じでねガシガシやっていきます。はい、で、型取りが終わったら方眼になってるカッティングシートに、貼り付けてカメラに撮ってパソコンに取り込んであげます。であとは、イラストレーターでね僕は起こしたんですけど、最終スキャンカットは SVG ファイルで、出力する形になるので SVG ファイルが作れるソフトであれば何でもいいと思います。僕は使い慣れてるんでイラストレーターで使ってこういう形でパスを取っていって、で最終的に、スキャンカットで使える SVG ファイルっていう形で出力するっていう形で、型を取っていきます。でさっきも言ったんですけど、左右対称になってる部分っていうのはもう片方を作ったら、それをコピーして左右反転っていう形でやっていくので、型取りも片方しかやってません。なんで、そんな感じでねひたすらやっていって、タミヤのカーボンデカールのサイズにこんな感じでカーボンの向きとかも考えながら配置してあげます。で、そのできたファイルをスキャンカットに、SVG ファイルで入れてあげるとこんな感じでね、あとは自動でカットしてくれます。だいたい1枚のカーボンシートを全部切り切るのに1分ちょっとぐらいですかね、ぐらいで切れるんで、内容にもよりきりですけども切れるんでかなり、時間短縮になるのと、あとこの後ね貼るときに説明するんですけども、ハーフカットという機能が使えるんで、非常にね、便利な機能が盛りだくさんなので、もしね、カッティングプロッター検討されている方は導入されてみてもいいんじゃないかなと思います。
はい、そしたらですね、スキャンカットでカットができたんで、これを貼っていきます。もうちょっと半分貼ってるんですけどね、一部貼ってるんですけども、これのね、貼り付けをやっていきます。で、これスキャンカットで、僕ハーフカットで切ってるんですよね。ハーフカットっていうのは要は、この台紙を残して、上のデカールのフィルムの部分だけを切る。っていうやり方。スキャンカットにそういう機能があるんですけど、それでカットしてるんで、さあこれをじゃあ貼っていこうってなると手でむしれるんですよね、こうやってこうやって手でむしれるんで、しかも裏に最小限の紙しか残んないんで、これでねペット水の上に水を含ませたこういうデカーリングトレイの上とかにね乗せてあげるとすぐに水を吸って、デカールが剥がれてきてくれるので、非常に便利でございます。はい、こんな感じでねペリペリと剥がして今から貼るやつを水でふやけさせていきます。これでこれか。今ね貼ろうとしているのはフロントのモノコックの先端の部分、フロントサスペンションが取り付くところらへんの、デカールですねを今切り出してるというか蒸してる感じ。こんな感じでね。でこうやってデカーリングトレイの上にねこうやって並べといてあげると、最初こうニュって反るんですけどこう水吸って海苔がふやけてくるとふにゃーっとこう戻ってくるんですよ。戻ってきたらもう大体貼れるぐらいな感じになるので、それをね貼っていくっていう感じでやっていきます。さあね、そんなん言ってる間にもうね浮いてきたのでこれを貼ってあげます。でちょっと位置合わせとかがあるんで今回はね、このマークセッターを使って貼っていきます。こう型取りして少し大きめに作ってるんですよ。少し大きめに作ってるんで、この型取りしてそのサイズの部分よりもほんのちょっと 0.5 ミリとかぐらいだけ大きめにカットをしてる。これはねぴったしサイズだとちょっと継ぎ目がね隙間ができたりするんですよ。そうなるとちょっと不細工なのでちょっと大きめにしてデカール同士が微妙に重なるようにっていう感じにいつもしてるので、これでねやっていきます。で位置を決めたらマークソフターを塗ってあげてデカールを柔らかくしてあげる。このタミヤのカーボンデカールはねそれなりに硬さというか張りがあるんで、このままだとねモールドとかにきっちり密着しない時があるんで、ちょっと押してあげたらこの下の水分とかをね平筆とかを使ってギュッギュッと押し出しつつ、この縁の部分ですよね、縁の部分ちょっとはみ出てる部分をしっかりとなじませていってあげるっていう感じ。ソフターで柔らかくしてあげてでなじませる。デカール針は本当、デカール針のポイントはね本当焦らずにゆっくりやるということですね。でこう平筆の先っぽでこういうモールドとかにもこうなじませるようにしてギュッギュッとやってあげる。僕もねやり方しょっちゅう変わるんでね、どれが正解かって言われるとあれなんですが、やりやすいようにやるっていうのが一番の正解だと思います。でこういうねこうポコッとこれ曲がってるところの谷になってるところとかは結構浮いてきやすいんでね、こういうところもしっかり平筆で押さえて密着させる。
でこの時平筆がね乾いてるとね、平筆にデカール持ってかれるんで、平筆はねちゃんと濡らした状態で使いましょう。はい、まあこんな感じでね、デカールを貼り付けていく作業を、ひたすらやっていきます。このマークソフターがね表面にずーっとついたまんまで置いてるとね、たまにデカール溶ける時があるんでね、ある程度表面馴染んでもう OK っていう状態になったら、ちょっとこうやって吸い取っておいてあげるといいと思います。それじゃあね、他のパーツも全部貼っていきましょう。はい、というわけで、全部貼り終わって軽く表面にクリアを拭いてきました。ちょっとね表面クリア拭いて保護しとかないと、この後ボディのデカールを貼っていく時とかにこう触った時とかにね、不意にペリって剥がれる時とかがあったりするんですよ。なので軽く一発だけね、光沢のクリアを拭いてあります。光沢のクリアを拭いたのは、次のデカールの邪魔をしないためですね、に光沢のクリアを拭いてあります。はい、で一応どんな感じか見てもらうと、ちょっとね光沢クリア拭いたんでね分かりにくいんですけど、こんな感じ。一応ね実写の写真を見ながらある程度まではカーボンの向きを揃えました。こんな感じでね。でここはキットに付属のデカールですね。こういう感じでカーボンの向きを揃えたのと、合わせたのとここはね実写もケブラになってるんで、ケブラのデカールを貼ってあるって感じ。この辺はねタイヤが跳ね上げた飛び石がねバチバチ当たるんで、その飛び石から保護するためにケブラが貼ってあるって感じですね。レーシングカーのタイヤホイールハウスはほとんどカーボンケブラになってます。防弾チョッキとかにも使われるような素材なんでね、こういう弾が飛んでくる、飛び石とかが飛んでくるっていうのに対しては非常に強い素材なので、ここはケブラになってます。はい、こんな感じ。こっちもねこんな感じですね。であと、ヘッドライトのここっていうのも、カーボン貼ってます。これはキットに付属のものになりますね。だからここが2枚で、あとここが1枚で、計左右で6枚だけカーボンデカールがついてるって感じです。はい、なんでね、他の部分は全て全部作りました。でフロント周りもこんな感じで、ここは綾織のカーボンですね。綾織のカーボンで、実写見るとねここにパーツが1個つくんですけど、ここの部分だけ角度がちょっと違ったんですよ。この縁の部分だけ。なんか一応そこも再現してみました。で前側とかもこんな感じでカーボン貼り付けてあります。こんな感じで、このフロントガラスの下、このフロントガラスの周りは光沢の黒なんですけど、この下の部分ほんのちょっとだけ、このキットでいうと1ミリぐらいだけここカーボンが地味に見えてるんですよね。なんでここも一応カーボンを貼ってあります。ここを貼った時に巻き込むような形で形を取ったって感じですね。でカーボンを貼ってあります。あとこの辺とかもそうですね。でここもねホイールハウスなんですけど、これ実写の写真見てもここはねただのカーボンやったんですよね。多分ここまで上に跳ね上がんないだろうっていうことなんだと思うんですけど、ここは普通のカーボンだったんで普通のカーボンデカールを貼ってあります。こんな感じで、あとここですね、ドアの開口部の部分、こことここにもカーボンデカールを貼って、であとこのバルクヘッドですね、ここのバルクヘッドのこことここにデカールを貼って、あとここもね貼ってあるって感じでやりました。で一応今回使ったのは全部タミヤのカーボンデカールを使いました。タミヤのカーボンデカールを使って、平織りの細めと、綾織りの極細と細めの3種類のカーボンデカールを使って、貼り付けをしたっていう感じですね。はい、でちょっと本当はねもっと種類いるんですよ。実写と全く同じような配置にしようと思うともっといるんですけど、残念ながらタミヤから出てないっていうのがあるんで、ちょっとタミヤのデカールで再現できない部分に関しては、ちょっと目の向きが反対になっちゃうんですけど、もうそのまんまでいってます。分かりやすいこと言うとここですよね。ここ本当はね
左下がりのカーボン面になってるんですけど、左下がりのカーボン面はタミヤのカーボンデカールから出てないんですよ。なんでここはもう右下がりで我慢してます。これね、もうめっちゃ細かい話なんですけど、よく見るとこの横線がこうずらずらずらっと斜めに並んでるんですよ。でこれ左下がりにしようと思うと、これを90度ずらして貼るっていう形になるんですけど、それするとね、この横の短い線が90度横向いちゃうんですよね。なんでそれの方が僕は嫌だったんで、ここはもう向きを変えてこういう形で貼ってあります。相当なマニアじゃないとそんな分かんないですからね。はい、これでいいでしょう。はい、こんな感じにしてあります。だからね、ここベルテックスのデカールだと逆に左下がりなんですよ。だからベルテックスのデカールを使ったら、ここを左下がりにもできるんですけど、ベルテックスのデカールとタミヤのデカールだと柄の太さが違うんですよね。なんでそれはそれで嫌だっていうね、僕の細かいこだわりなんですけど、っていうのがあるんで、ある程度、ちょっと妥協もしつつっていう感じで、こんな感じで貼りました。これ最終艶消しにするとね、このカーボンの目がすごいはっきり出てくる形になるので、とりあえずね、今回はここまでにしておいて、で、次の動画では、ボディカウルの、印象的なチャージカラーの、デカールを貼り付けていってっていう形で作業を進めていきますので、また続きが見たいと思っていただける方はですね、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録していただけると最新の更新情報など見ていただけますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。